ご視聴ありがとうございます。今回は2日間だけ分断される路線に迫ります。その理由と期間中の特徴的な運行形態などを順番にお届けしていきます。この期間しか見られないレアな光景の数々に注目です。今回の始まりはここ西船橋駅です。JR 総武線各駅停車、武蔵野線、京葉線、東京メトロ東西線、東洋高速鉄道が集まる千葉県有数の拠点駅です。そしてこの駅、今日は様子が違います。改札口の周りには告知の張り紙や掲示物が大量にあります。券売機の横にもミニサイズの告知ポスターが。西船橋を発車する東西線は基本的に中野行きか三鷹行きですが、今日はかなり手前の葛西行きになっています。そして東西線は総武線各駅停車と東洋高速線に直通しています。総武線との直通は平日朝夕だけですが、東洋高速線との直通は土休日を含め終日行われています。ただし、今日の東洋高速線の列車はすべて西船橋が始発で、東西線との直通列車はありません。実は今週末、東西線の西葛西駅と2つ隣の東陽町駅の間が終日運休になっており、路線が分断されているのです。西葛西は西船橋の6駅隣で、都心にはまだ距離があるため、西船橋駅は振り替え輸送を利用する乗客で混んでいます。JR 線の改札の周りにも東京メトロの係員がいて、案内に追われます。列車が到着した直後には、東西線に乗り継ぐ乗客と振り替え輸送を利用する乗客、駅から出る乗客が合わさり、構内は大混雑になります。その理由が、運休区間の間にある南砂町駅にあります。この駅は現在、上下線がホームを挟む構造です。これ自体はよくある構造ですが、建設当時に付近の建物などを避けるため、駅の施設が運河の真下に作られました。当時はそれほど乗降客数が見込まれていなかったことと、運河の幅に収める必要があったことから、ホームは幅6メートル程度と、東西線では狭めになりました。その後、周辺にあった工場が移転して住宅が増えたこと、商業施設のオープンも加わり、乗降客数は年々増加していきました。改札などにつながる動線がホームの両端にしかないため、慢性的な混雑につながっていきます。この駅はほぼ全体がカーブしており、見通しが悪いことから安全上のリスクも高いです。終日駅員が立ち会っており、時間帯によっては2名体制になるなど、東京メトロの駅の中でもかなりの重装備です。その状況を改善するため、今ある施設の南側に線路とホームを増設する工事が進んでいます。混雑対策だけならホームを広げるだけで良いはずですが、線路とホームを増設するのには別の理由があります。一つ目が、朝ラッシュに混雑する中野方面行き列車が2つの線路を交互に発着できるようにすることで、遅延を抑制することです。二つ目が、上下線をつなぐ線路を同時に増設し、将来的にこの駅での折り返し運転ができるようにすることです。東西線は南砂町駅の東側で地上に出て、西船橋まで高架線が続きます。これは沿線が市街地になっておらず、地下線にする必要がなかったこと、途中にある複数の川をトンネルではなく鉄橋で渡り、建設費を抑えるためです。そしてこの高架線の最初にある、全長 1.2 キロを超える荒川中川橋梁は、強風などの悪天候で運休になることもある場所です。ただし南砂町駅では上下線がつながっておらず、列車の折り返しができないため、ダイヤが乱れた時の折り返しは、隣の東陽町駅で行われています。南砂町駅を折り返し運転ができる構造にすることで、ダイヤが乱れた時でも、南砂町まで列車を走らせられるようになります。これだけの大工事を一度に行うことはできず、複数のステップに分かれています。今回行われるのは、中野方面行きの線路を新設した線路に切り替え、発着ホームも新しいホームに移動すること、そして既存の通路などを廃止し、新しい通路に切り替えることです。この後、西船橋方面の線路を今の中野方面の線路に移す工事が行われます。一旦ホームが狭くなりますが、この後で今の西船橋方面の線路を北側に移動し、ホームを広げます。最後に西船橋方面のメインの線路を切り替え、両方向のホームを再び分離。
安全で快適な駅施設になります。今回の線路の切り替えは、終電から始発で行うには時間が全く足りず、5月11日土曜日と12日日曜日の2日間、東洋町から西葛西までが終日運休になります。列車が走る区間のうち、西側は日中5分間隔で普段と同じですが、中野方面からの列車の半分が茅場町行きになり、東洋町まで改装されて折り返します。逆方向は全体が5分間隔と変則的なダイヤです。なお、中央線各駅停車との直通運転はある程度残ります。東側では運転間隔が広がり、葛西から西船橋では、西船橋行きがおおむね7分30秒間隔です。なお、逆方向は15分間隔と本数が半減します。また、葛西から西葛西の間では、単線での折り返し運転が行われます。これは西葛西駅に折り返し設備がないからであり、西葛西駅と西船橋方面とを行き来する場合、葛西駅での乗り換えが必須です。東京メトロでは、総武線各駅停車や都営新宿線、京葉線への振り替え輸送を推奨しているほか、首都圏の鉄道各社が振り替え輸送を引き受けます。東洋高速線の列車は7、8番線で折り返し、普段とは番線が異なるため、張り紙があります。東西線は隣のホーム、6番線からの発車です。隣の5番線からは中野方面に直接折り返せないため、東西線の列車が使う線路は1本だけです。8番線に折り返しの東洋高速線、東洋勝田台行きが到着です。普段は東西線に直通する列車も、今日はすべて西船橋行きのため、すべての乗客が列車を降ります。東西線は隣のホームなので、階段などを通って移動する必要があります。序盤のカットにあったメインの改札などは6号車のあたりで、そこが圧倒的に混みます。6番線に折り返し列車が到着です。ただし、この列車は折り返しの回送列車になるため、乗ることはできないです。ちょうど隣のホームに東洋高速線の列車が到着したこともあり、間違えて乗ろうとする乗客も見られます。先ほどの列車が折り返してから数分後、東西線の葛西行きが到着です。ダイヤが乱れた時に葛西行きが設定されることはありますが、これほどの規模は珍しいです。東西線の中野方面は、葛西行きと回送が交互に運行され、葛西行きだけだと15分間隔。都市部の地下鉄としては運転間隔が開くため、1列車あたりの混雑が増します。東洋高速線が使うホームは、朝ラッシュの混雑に対応した幅があるのに対し、東西線が使うホームは幅が狭いこと、そして葛西行きがホームに停車しているのが3分程度しかないことも、ホーム上の混雑に拍車をかけます。先頭と側面の行き先表示器は葛西行きに対応しているほか、ドアの上のモニターも同様です。こうした表示装置は内容のカスタマイズが効くこと、葛西行きは稀にあることから、難なく対応しています。ドアが閉まります。お待たせいたしました。6番線、葛西行き発車いたします。閉まるドアにご注意ください。6番線。発車前には、混雑する6号車のあたりを避けて乗るようアナウンスもありました。西船橋を発車です。後ろから2両目のこの車両は座席が全て埋まっており、立っている人が多少いる程度の混雑ですが、6号車あたりはもっと混んでいるはずです。この電車は各駅停車葛西行きです。車内放送も葛西行きに対応しており、通常の列車と変わらないです。高架線を爆走します。東西線の高架区間が開業した頃、辺りは大半が田んぼや畑で、当時は陸の孤島でした。東西線の開業で都心とダイレクトにつながったことで沿線の開発が進み、今ではマンションなどがぎっしり建っています。開業後に新駅が3つ作られ、今回出てくる西葛西駅もその一つです。なお、西船橋の2つ隣、次の妙典も同様で、さらにここには車庫があります。東側、西側にそれぞれ車庫があるため、車両のやりくりは割と容易です。次が終点の葛西です。この列車は中野方面の2番線に到着です。ご乗車ありがとうございます。終点葛西です。列車を降りた直後の様子がこちら。左が私が乗っていた列車で、折り返しの西船橋行きです。
一方、一番右に止まっているのが西葛西行きです。真ん中の2線は通過線で、そのうち片方には車両が止め置かれています。あの車両だけはホームに接していない線路に止め置かれて動く気配がなく、何のための車両なのか不明です。そしてこの2番線は、普段は中野方面行きだけが発着するのに対し、工事期間中は西船橋行きだけが発着します。これは、西船橋寄りで上下線をつなぐ線路が一つしかなく、その向きの兼ね合いによるものです。逆向きの線路がないので、西船橋からの列車は必ずこちらの2番線に止まる必要があるのです。そのため西葛西行きは、空いているもう一方のホーム、普段は西船橋方面行きが発着する1番線を使います。2つの番線の運用が普段と真逆になるという、かなり特殊な状況です。発車案内表示を出すと逆にややこしいからなのか、紙で隠されています。西葛西行きに乗り換えます。構内には、ホームの運用が逆転していることを示す張り紙がそこら中にあります。乗り換えの時にホームを移動する必要があるのは不便ですが、列車の運行をなるべく維持するにはこれしかないです。いつもの癖でホームに上がり、間違えたことに気づく人も見られました。なお、西葛西行きの発車案内は出てないです。西葛西行きが到着です。10両編成の車両が1本、両駅の間をひたすら往復するだけです。西船橋方面行きの線路をピストン運行するという特殊な形態なので、スタッフ閉塞方式が採用されています。これは、通行表を載せた列車だけが特定の区間を走行できる決まりにすることで、衝突事故を防ぐやり方です。仕組みとしてはかなり古く、都市部の鉄道では極めて稀です。事前の告知通り、西葛西行きの行き先表示は出されておらず、側面には表示は出ませんが、車内のモニターには行き先表示だけは出ています。一駅だけなので、さっきの列車のような停車駅案内はないです。出発です。西船橋から西葛西まで、通し運行できれば乗り換えがなくて便利ですが、葛西と西葛西の間には上下線をつなぐ線路がないため、折り返しができる葛西までの運行です。葛西と西葛西の間を行き来する列車を別途設定することで、列車の運休区間をなるべく少なくしています。葛西駅の横のポイント以外、速度制限を受ける場所はありませんが、最高速度は時速40キロほどに制限されます。西葛西駅に到着です。先ほどの映像にもあった通り、隣の線路には車止めが置かれ、両駅間の列車は、こちらの線路をひたすら往復するのみです。まもなく西葛西です。出口は右側です。ダイヤが乱れた時でも西葛西行きは運行されないので、アナウンスにも収録されていないようです。なお、折り返しの行き先表示では、葛西行きの表示がしっかり出されます。工事期間中は葛西駅のホームの運用が逆になっている中、こうした LED 式の行き先表示器は内容に融通が利くだけに、西葛西行きの表示が出ないのは残念ですね。ここから2駅隣の東洋町まで、代行バスに乗ります。西葛西駅では乗降客数が普段より減るため、改札内のパン屋さんは臨時休業です。代行バス乗り場は、駅のすぐ南にあるバスロータリーのさらに南、歩いて5分ほどの場所にあります。代行バスは日中およそ5分間隔で運行されるので、それほど広くない駅前道路にバスを入れるわけにはいかないです。幹線道路沿いに乗り場が用意され、係員が案内します。有効な乗車券を持っている人でないと、代行バスには乗れません。私が乗った時にはバスはガラガラで、発車間際でも座席は半分以上空いており、立っている人もいないです。左に傾いていた車体が徐々に水平になり、西葛西駅代行バス乗り場を出発です。東京メトロは自社でバス事業を行っておらず、他社から車両や乗務員を手配しています。私が乗っているのは東武バスの車両で、先ほどのカットで奥にいたのが、東京西部や埼玉を地盤とする国際工業バスの車両です。線路からやや離れていた幹線道路は、500メートル余りで線路の横に並びます。線路は高架橋ではなく、鉄橋になっています。そう、隣の南砂町駅との間にあるのが、あの荒川中川橋梁です。道路はそれほど混んでおらず、代行バスは並行する橋をガンガン走ります。交差点で右に曲がり、幹線道路を離れます。
南砂町駅には代行バス乗り場が整備され、このバスもそこに入ります。行き先で乗り場が異なり、東陽町行きが進行方向前、西葛西行きが後ろです。もちろん、南砂町駅で代行バスを降りることも可能です。2日間にわたって列車が発着しないこの駅、今はどうなっているのでしょうか。西葛西駅の代行バス乗り場にいたのは国際工業バスと東武バスの車両ですが、それ以外のバス会社も投入されています。先ほどのは西武バス、こちらは京成グループの千葉中央バスです。会社によって車両の仕様が異なり、京浜急行バスは特製の行き先表示を出すなど、それぞれの工夫が見て取れます。バス運転手の労働規制強化で、多くの会社から手配せざるを得ないようです。南砂町駅から代行バスに乗る場合も乗車券が必要なため、駅の出入り口では切符が売られています。駅が丸ごと封鎖され、地下の券売機まで行けないからです。ここは西船橋寄りにある旧3番出入り口で、線路の切り替えに伴って休止され、当面利用できなくなります。この周りにある出入り口はすべて休止され、中野寄りにある1番出入り口は廃止されます。ひびだらけで寂しかった看板は裏返しにされ、役目を終えました。ここからは係員などが出入りし、駅事務室の物品などの運び出しが進みます。今回の工事に伴い、出入り口はすべて新設されたものに移行し、先日まで裏返しだった看板が表向きに直されたほか、東京メトロマークを覆っていたシートも外されました。周辺地図も整備され、まさしく利用開始直前といった感じです。南砂町駅を出発です。ロータリーには信号がないので、出るときも入るときと同様に、誘導員の指示に従います。この駅の乗降客数は、1日平均で54,000人余り。代行バスを利用する人はそれなりに多く、空席が目立っていたバスは満席になり、立っている人も現れます。起点と終点の先にあるループ状の部分を除き、基本的に幹線道路を直進する経路です。貨物線を踏切で渡り、ほどなくして東陽町駅の代行バス降り場に到着です。代行バスはここで乗客を降ろし、200メートルほど先の代行バス乗り場に向かいます。なお、横にあるこのホテルは工事関係者が借り切っており、朝食スペースは休憩エリアになっていました。この先にある東陽町駅の出入り口は幅が狭く、手前が出口、奥が入り口で分けられています。これはいつも同じですが、工事期間中は普段利用しない人も来るので、張り紙が追加され、誘導員もいます。葛西駅とは異なり、この駅では列車の行き先と使用するホームが一致しています。西船橋方面のホームに到着した列車は、乗客を降ろしてから先に進み、折り返しの中野方面行きになります。ホームの端から西船橋方面を見ると、次の列車がバッチリスタンバイしています。到着した列車からは、乗客は全員降ろされます。降りたホームで後続列車を待つ人は、さすがにいないようです。時刻が出てないので分かりにくいですが、日中は5分間隔で運転されています。3本に1本、15分間隔で JR 線への直通列車もあります。これは普段と同じサイクルで、東陽町から中野までは全ての列車が各駅に止まることもあり、いつもとほぼ同じです。ただし、そうではないこともあります。それが、序盤で解説した運行形態です。中野から東陽町までの列車のうち、およそ半分が3駅手前の茅場町駅で終点になり、ここまで改装されてきます。西船橋方面ホームの発車案内表示器では、どの列車も改装表示ですが、車内に乗客がいないので、茅場町止まりだとわかります。もちろん、停車してもドアは開かないです。なお、東陽町行きと茅場町行きのうち、東陽町行きは朝ラッシュが終わる時間帯を中心に定期運行されています。工事期間限定の列車ではありませんが、土休日にこれだけまとまった数があるのは異例です。東陽町の隣、木場駅にはホームドアがなく、到着する列車をきれいに映せます。また、茅場町止まりの列車から化けた回送列車は、この駅を豪快に通過していきます。木場駅は改札への動線がホームの両端だけにあり、
駅の前後が幹線トンネルのため、列車の到着発車時に暴風が吹くのが特徴です。通過列車の場合、風の威力も段違いです。この駅には全ての営業列車が止まり、通過する列車は限られているだけに、貴重な光景です。なお、日中は東陽町行きと茅場町行きが交互に運行されていますが、なぜか東陽町行きが続く場面もありました。東陽町から3駅、茅場町駅に到着です。中野方面はこの駅を通しで運行しますが、東陽町方面はおよそ半分がこの駅止まりです。駅面には、日比谷線への迂回乗車の案内が貼られています。半分がこの駅止まりになる理由は不明ですが、東陽町駅のキャパの問題か、あるいは日比谷線への迂回を促進するためかもしれないです。日比谷線は、主要な迂回ルートである総武線各駅停車、都営新宿線、京葉線のすべてに接続しているからです。車両の行き先表示器は茅場町行きに対応しており、車内のモニターも同じです。東陽町行きとは異なり、茅場町行きの列車は通常ありませんが、茅場町駅の中野寄りには上下線をつなぐ線路があり、ダイヤが乱れた時に折り返し運転ができます。構内のアナウンスや発車案内表示器もしっかり対応しています。工事のために用意した表示ではなく、もともと対応していたようです。そして西側の区間では、東側とは異なる点があります。他車線への直通が休止されていた東側とは異なり、西側では JR 線直通列車もあるため、JR の車両が結構頻繁に見られます。JR の車両による各駅停車東陽町行きはもとより、各駅停車茅場町行きという、今後そうは見られないであろう表示もあります。茅場町駅から西では、両方向ともおおむね5分間隔になり、日中の本数は普段とほぼ同じです。また、中野駅からの JR 線直通も維持されています。東西線と東洋高速線でホームを分けていた西船橋とは異なり、中野ではホームの運用は普段と同じで、乗り換え客で混雑することもありません。改札の周りの告知も西船橋より少なく、案内をする係員も圧倒的に少ないです。なお、ホーム上の発車案内表示器では時刻や行き先が正しく出ますが、これは東京メトロの設備だけらしく、JR 仕様の機器が設置されている5番線では、各駅停車茅場町行きの表示がいつまで経っても出ませんでした。アナウンスでは読み上げられるようですね。また、改札の周りの表示器では時刻や行き先が全く出ないなど、対応していない部分もあります。天気にも恵まれて工事は順調に進み、週明け月曜日からは、南砂町駅の新しいホームが利用できるようになります。東西線をめぐる変化は、まだまだ続きます。ご視聴ありがとうございました。